皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介をします。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えていきましょう。さらに本日の重要古語、また文法や知識についても解説をしています。では早速行ってみましょう。今回は第4条夕顔の第26話です。桐壺亭の巫女として生まれた光源氏。進化に下り、様々な女性と関係を持っています。今回は光源氏17歳、夕顔の屋敷に興味を持ち、自分の素性を隠して彼女の元に通い始めます。ではこの後の展開行ってみましょう。いざ、意図、心安きところにて、のどかに聞こえん、など、語りたまえば。なお、怪しゅう。かく、のたまえど、よずかぬ、恩、もてなしなれば。物恐ろしくこそあれ。と、意図、若びて言えば。げに、と、微笑まれ、たまいて。げに、いずれか、狐なる乱な。ただ、計られたまえかし、と、懐かしげに、のたまえば。女も、いみじく、なびきて、さも、ありぬべく、思いたり。世になく、型はなる、ことなりとも。きたぶるに、従う心は、意と、哀れげなる人、と、見たもうに。なお、かの、遠野中将の常夏疑わしく。語りし、心ざま、まず、思い入れられたまえど。忍ぶるようこそは、と。あながちにも、問い入れたまわず。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。光源氏は子供っぽい夕顔の女にどんどん惹かれているようですね。やはり彼女は遠野中将の言っていた常夏の女に違いないと思い至ると同時に、それを語った時の遠野中将の心情をおもんぱからずにはいられないようですね。さて、
て今回は常夏の女についてです。常夏の女というのは遠野中将の元恋人です。先日の天代の品定めの時、遠野中将は以前付き合っていた女性のエピソードを語りました。その女性は中流階級の拠り所もない人で、子供まで宿した仲だったけれど、一言も言わずに失踪してしまったのでした。なんでそんなことになったのかというと、遠野中将の正妻が彼女にひどい嫌がらせをしていたらしいのです。しかし彼女はそんな素振りを一切見せず、安心して足が遠のいている矢先に急にいなくなってしまったらしいのです。そのエピソードを話している時の遠野中将の心情を思いやると、本当に愛していたのだと思い、源氏は罪悪感に駆られますが、彼の時と同様、女が突然消えてしまうのではないかと思い、もしそうなればどんなに辛いことかと、この儚い関係にさらに情愛を募らせているのです。ちなみに、遠野中将との間に宿したなでしこの子供は、またいずれ美しく成長して玉かの巻で登場しますのでご期待くださいね。さあ、今回も第4章夕顔からのイラスト役でした。第1条桐壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。